のちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。巨大トラフグということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大な天然トラフグ。っていうことでね、以前も似たようなサイズのトラフグやったんですけど、また奇跡的にこの大きさのトラフグ入りました。しかもこのトラフグ、オスなんですよ。オスってことは白子が入ってます。メスには卵が入ってます。ただ、トラフグの卵は猛毒です。でも、トラフグの白子は超高級食材。で、メスっていうのは大きくなりやすいんですけど、オスっていうのはね、ここまで大きくなる個体は少ないんですよ。去年やったのが6キロぐらいのサイズなんですけど、今回のが 7.3 キロぐらいあります。生きてるやつを締めてもらいました。出たー。去年より大きいんじゃないですか、これ。ちょっと。うわ。大きいなぁ。重さがお、本当だ。なんでわかるんですか、そのピンポイントで。毎日やってる。 7.3 キロ。すごいな。なかなかおらん、本当に。なかなかおらんみたいです。 7.3 キロは。多分外から触った感じ、白子の質もだいぶええと思う。これ映像越しだとそんな伝わらないかな。でもめちゃくちゃでかいんですよ。これはメスみたいですね。よし、ということで家帰ってさばきます。というわけで今日はこんなに鮮度のいいフグが入りましたので、巨大なトラフグを使ってトラフグのテッサを作っていきたいと思います。それも巨大なトラフグなので、巨大なお皿に盛って、超豪華なテッサを作ります。そしたらまずこちら、おろしていきます。まずは、ヒレというヒレを全部落としていきます。これ干すとヒレ酒になるんですけど、このサイズのヒレはそうそう見ないですからね。ヒレはね、こういうところにペタッとくっつけておいて、乾燥させるんですよ。よいしょ。はい、ヒレが全部落ちましたら、次はくちばしを落としていきます。一応締めてあるんですけど、まだ頭動く可能性あるんで、気をつけて気をつけて。すごくないですかこれ。噛まれたら本当に指は落ちるでしょうね。そしたらくちばしを落としていきます。鼻の穴のちょい下、ここら辺から包丁を入れていきます。まず皮を切りまして、こんな感じですね。そしたら、カンと。硬え。すごいな、ほんと。このサイズになると、マジで硬すぎる。で、ここに、ぼっちがありますんで、ぼっちは切らないように、隙間を通して、はい、くちばしが取れました。そしたら、くちばしが取れたら、次は皮を剥いでいきます。白と黒の境界線、真ん中ですね。真ん中に1本、包丁を入れます。で、皮1枚切るイメージで包丁を入れていきます。こんな感じですね。そしたら反対も向けて、反対側も包丁を入れていきます。こういう風にね、逆包丁で入れてあげると間違いないですね。よいしょ、OK。で、できるだけこの膜は切らないように、さーっと皮を切ります。そしたら皮を剥いでいきます。まずはこちらの表面、こちらから剥いでいきますね。皮を持ちながら、包丁を若干上に上げて、皮を剥いでいきます。身を切らないように慎重に慎重に皮を剥いていきます。はい、背中の方の皮が取れました。そしたら裏側の白い方のこっちの皮も剥いていきます。やり方は一緒ですね。尻尾の方から包丁を通して、で、ここ一回切り離します。で、切り離したところを持って、
包丁を若干上に上げて、身を切らないようにして、包丁を落としていきます。はい。では下の皮も取れました。さすがにでかいね。取れよ。この大きさ。そうしたら、こちら。見えてますね。白子です。でけえ。去年やったのもでかかったけど、今年もでけえな。そしたら、もう白子だけ外しちゃいましょう。傷つけないように慎重に慎重に。よいしょ。来ました。トラフグの巨大白子。内臓が抜けたらとっても軽くなりました。もう半分ぐらいになったんじゃないかな。そしたらここにトラフグのカマがあります。ここの身質がまた繊維質でとっても美味しいんですよね。お鍋に最適です。そしたら頭を落としていきます。ここにまず包丁を1本入れます。このラインですね。来ました。そうすると、カマとここ外れました。んで、もう1箇所。ここを入れた横に細いところ。ここありますんで、ここも引っ張り出して、よし、こういう感じに入れます。これで完全にカマが外れました。で、カマのこの奥にエラがあります。エラの付け根もここでちょんと切っておきます。ちょんとね。普通の大きさのフグだったら、ここちょんとやらなくてもビビビビッと剥げるんですけど、こんだけ大きいとね、ちょっとエラの付け根ここで断ち切った方がいいですね。そしたら、こっちからも一緒ですね。ここに1本入れて、横の細い方も1本入れます。で、ここ外して、カマの付け根。ここですね、ここに包丁をカッと入れます。で、これでエラの付け根が切れました。ちょっとわかりにくいですね。そうしたら、こういう風にエラの付け根が切れてます。次は、カマの付け根がここにあります。ここを落とします。こんな感じですね。落ちました。で、落ちたら、そこに沿って、さーっと、膜を切ります。こんな感じですね。こっち側も一緒。で、膜を外すと。そしたら、カマを持って、ビビビビビと引っ張ります。で、付け根は、包丁で落とす。これで、カマとエラと内臓、いろんな部位が取れました。で、こっちに残るは頭と身だけになりました。締めた跡がここにありますね。ここが魚屋さんが締めてくれた跡ですね。背中から包丁でボキッと入れてたところですね。こんな太い背骨もしっかりと切断されてますね。で、背骨のここに神経の穴があります。ここに神経棒を刺して神経抜きをしてくれました。そしたら頭をこうやって落としちゃいます。これ頭ですね。で、頭が取れたら、次こちら、目玉を落とします。これ目玉の取り方は、目玉の裏側からこう目玉を押します。そうすると、目玉がこう出ますんでね。出たところをこうやって手で取っても、こうやって取れますね。よいしょ。はい、目玉が取れました。そうしたら、こういうね、隙間についてる血です。これ腎臓ですね。これは食べれない部位なので、しっかりと落としていきます。んで、次は頭を割ります。よし。はい、頭が割れました。そしたらここに脳みそが入ってますんで、脳みそも落とします。これがフグの脳みそですね。小さい。そしたら次は内臓の処理ですね。ここがちょっと複雑ですね。説明しながらやっていきます。まずはここ、エラを落とします。はい、エラが取れました。これは食べれません。で、こういうところについている血ですね。これも腎臓。これは食べれません。で、ここにね、心臓が入ってます。これですね。このエラの付け根に埋まってるんですよ。ここ。一見ね、腎臓と間違えるんですけど、これが心臓です。フグの心臓。これもフグの免許を取る場合は、心臓っていう場所があって、これをちゃんと心臓のところに置かないと失格になります。こっちが腎臓、こっちが心臓ですね。パッと見分かりにくくないですか？でもちゃんとこれを判別できないと滑ります。はい、じゃあエラと心臓が取れましたんで、次は内臓を取っていきます。まず、一番最初に見える大きなこちらですね。これが猛毒部位、肝臓です。多分僕だったらこのぐらい食べたら死にます。マジで危ないです。で、これ、腎臓に見えるんですけど、これが脾臓ですね。特徴としてはこう丸くまとまってます。で、脾臓の近くにあるこの、ふよふよのこれですね。ちょっとしぼんじゃって分かりづらいんですけど、これがね、苦玉ですね。
堪能です。舐めると苦いところ、これももちろん食べれません。で、これ胃袋ですね。なんかすげえでけえ骨が出てきたな、これ。何の骨でしょうか。トラフグってこう、魚も食べるんですね。ちょっと胃袋割ってみましょうか。うわー、かなり溶けとんな、これ。物は入ってないですけどね、骨だけうまく消化できてなかったですね。かなり前に食べた魚だと思います、これ。はい、そしたらこれ取っちゃいます。これは胃袋とか腸ですね。これ食べれません。で、あとはこういう形に残りました。こういうところについてる血ですね。これも腎臓。これを取って、きれいに洗って、釜の仕込みの完成ですね。ここはもう食べれます。はい、そしたら最後、こちら身の処理ですね。身の付け根にも、こういう風に、内臓の膜だとか、こういう腎臓ですね。特に腎臓はつきがちです。これを取っちゃいます。そしたら背骨をこうやって傷つけて、こう絞ります。そうすると血がダーッと出てきますよね。できるだけ血を絞ります、こうやって。フグの身っていうのはめちゃめちゃ硬いので、ある程度こうやってギュッギュギュギュしても傷んだりはしません。しっかり絞ってください。ほら、だいぶ血が出ましたね。そしたらこれ洗います。で、こう洗いながら、こういった膜も落としていきます。こういうとこにも膜がついてますんで、手で取れる範囲は全部取ってください。はい。では、身の処理が完成しました。もうこれはあと食べれます。で、可食部位だけ並べていきますね。まずこちらの身ですね。白子。頭ですね。2つに割ってあります。カマ。で、くちばし。皮。これが食べれる部位となります。で、このカマと頭とくちばし、皮。ここは今日は使いません。今日使うのは身だけをテスタにしていきます。で、このフグが1時間前まで水槽で生きてたフグなので、こう身がプリプリなんですよ。まだ生きてるんですよね。こうやってダルン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 って。なので、これ3日ぐらい寝かす必要があるんですよ。そうしないと、テッサ引いた時に、こう身が反りくり返っちゃって、うまくテッサが引けないんですね。なので、水気をしっかり落として、ペーパーでぐるぐる巻きにします。そしたら、ラップで包んで、これで冷蔵庫で3日寝かします。で、トラフグの、これ白子なんですけど、これはね、1つはご近所さんにあげます。で、この1個食べたいと思います。で、この1個も食べれないけどな。とりあえずこの1個は保存しておきます。で、身を3日熟成するんで、必然的に白子も一緒に食べようとすると3日間経過しちゃうわけですよ。で、このままね、水気取って、冷蔵庫で一緒に3日間白子を置いておくと、ちょっと白子の方がね、傷んできちゃいそうなので、かといって冷凍するのもちょっともったいない気がしますんで、海水につけて保存しましょう。水気をよく取って、ペーパーを巻いた白子をジップロックの中に入れます。で、空気を抜いて、しっかり密閉します。こういう感じですね。で、水漏れしないように二重にします。こんな感じ。そうしたら、ボウルにお水をたくさん入れます。お水が入ったらそこにお塩をたくさん加えます。こんな感じですね。そしたら、ここに白子を入れて、このまま冷蔵庫に入れて保存します。で、これすると何がいいかというと、冷蔵庫って意外と温度を一定に保たれないんですよ。霜取り作業の時間とかで、中の温度が10度ぐらいまで上がっちゃう時があるんですよ。そういう温度のばらつきがあると、この内臓系っていうのは一気に傷んじゃいますんで、こういう風に塩水に張った中に入れることによって、冷蔵庫の温度が一時的に下がったとしても、この水が冷たさを保ってますんで、ずーっと一定の温度で保つことができます。これ熟成とかにも応用できるやり方ですね。そしたらこちらを冷蔵庫で3日寝かしていきたいと思います。それでは3日後に移動。というわけで3日間経過しました。開けていきましょう。はい。ではこのように身もだいぶ落ち着きました。で、これ海水で保存しといた白子です。3日経ってもまだ全然しっかりしてて、この血栓もまだ真っ赤で、全然傷んでないです。匂いも全くしません。最高のコンディションです。そしたら、じゃあまずは、白子の処理からしていきましょう。ある程度こう見えてる血栓ですね。これは取っちゃいます。で、こういう風に血栓に傷がついたら、冷水にジャボンと入れます。そしてこうやって絞ってあげると、血が抜けていきます。で、大まかに血を取っていってください。筋にちょっとでも傷がついたら、押すとそこから血が抜けていきますんで、徐々に抜いていきます。このぐらい抜けたら OK ですね。そしたら白子を切り落としていきます。1切れ、2切れ。まあ2切れにしとこう。今日は。しっかりしてます。こう見た時にこう角が立ってるというか、もう鮮度抜群ですね。で、また保存するときは、こういう風にペーパーを巻いて、同じように保存します。そしたら切った白子にお塩を振ります。で、そこに串を刺していきます。
抜け落ちないように5本ぐらい刺します。こんな感じですね。そしたらこっち側にもお塩を振ります。で、あとはここにセットして食べる直前に焼くだけです。そしたら次は身を下ろしていきます。まずはここのお尻みたいなところですね。このうぐいす骨って言います。これを落とします。V 字に包丁を入れます。こっち側に1本。で、反転させて、こっち側にも1本。そうすると、こうやって綺麗にね、パカッと取れるんですよ。これが鍋にすると最高にうまい。で、次は身を下ろしていきます。今日はね、あえて骨に身を残して下ろしていきます。で、骨もね、テカちゃんかなんかで雑炊で使おう。はい、片身ですね。ほら、こう結構身を残しました。こっち側もわざと、こう身を残して、こういう感じで下ろします。うまそうですね。で、骨は関節に出刃を当てて、うぐいす骨と尻尾と骨。そしたら次は、ここ背中の方の身はちょっと筋っこいので、落としちゃいます。こういう風に。で、揃えます。これもお鍋とかに使うと無駄なく楽しめます。そしたら薄皮剥いでいきます。尻尾の方から包丁を入れて、よっと。はい、こんな感じですね。これもお鍋にするととっても美味しいです。こういう赤いところも取っちゃいます。はい、こんな感じ。これで綺麗になりました。で、フグのてっさっていうのは、均等に揃えて切っていく必要があるんですよ。その時に、この背中とお腹、この状態だと、ここら辺は均等でいいんですけど、ここら辺になるんですよ。こう山になって、ボコッとしてるんですね。こう見るとすごくわかるかな。三角になってますよね、こういう風に。なので、この三角のところを取ります。はい、こんな感じ。そうしたら、こう綺麗な削状になりました。この状態で引いていくと、全部同じ切り身に切り上がってきますんで、無駄がないですね。で、ここはここでまた、てっさを引いてもいいですし、お鍋にしてもいいですね。とにかくてっさっていうのは、綺麗に削取りすること、これが第一です。この状態でも、まずここ細いので、ここはもう切っちゃいます。こうね。切ります。お山のてっぺん削ります。こんな感じですね。そしたら、いよいよ、こちらの大皿、めちゃくちゃでかいです。手で持ってみるとわかるんですけど、このぐらいの大きさあります。ここに、バーッと盛り付けていきたいと思います。フグの免許っていうのは実は2種類あって、さばく免許と、で、あと、てっさの免許っていうのもあるみたいなんですよ。てっさの免許がないからといって、てっさ作っちゃいけないっていうのじゃなくて、どれだけうまくできるかみたいな、ハンター試験みたいな感じです。でも、フグのさばく免許っていうのは、有毒部位とかをこう除去しないといけないので、フグをさばく上では絶対必要な免許です。でもいつかてっさの免許も取ってみたいな。はい、では切っていきますね。まず一発目は大きく落とします。こんな感じ。で、てっさっていうのは引いて切るっていう感じじゃなくて、押してビビビビビッと切る感じ。押して切るって感じですね。で、これ1枚削げたら、削げたところをこうつまみます。先端をつまんで、ここに盛り付けます。お皿にシュッと押して切って薄く切っていったら先端折って盛り付ける。これの繰り返しでやっていきたいと思います。で、こう先端折ると先端がモコってなるんですよ。そうすると立体感のあるてっさが引けます。できるだけ薄く切ってスライス。先端折って貼り付けるようにこう盛ると。はい、ではこのように1周目ができました。ここら辺は薬味を置くので、わざと開けておきます。2周目を作っていきます。はい、2周目が終わりまして、あとこんだけです。ほぼ片身で、これだけできました。はい、ではもう片身いきます。3
3周目ができました。そしたら4周目いきます。ここの中央がね、一番大事です。ここがビシッと決まってると、本当に綺麗に見えます。でも難しいな。はい、そしてこれで盛り付け完了ですね。あとはここに薬味を置いて彩りを足していきます。まずは中央にもみじおろし。そしたらこちら、湯通しした薄皮ですね。これを刻んでいきます。そしたらここに盛り付けて、そこに南天の葉っぱを刺します。そしたらそこに大葉を敷き、朝月。こんな形に切ったすだちを添えて、より人参。はい、これで巨大トラフグのてっさの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。いやー、苦労した。7キロの巨大トラフグをさばいて、なんとか一皿のてっさにすることができました。白子もいい感じに焼けてきております。うまそうです。よし、もういい頃でしょう。揚げていきますか。串を抜いていきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずこの焼き白子。プルンプルン。焼き白子には、すだちなんですよ。すだちをかけて、お、ちゃんと火は通ってますね。よし。じゃあこちら、いただきます。うわー、うめえ。とにかくクリーミー。で、このトラフグの白子しかないこの後味。海の高級なものを全部合わしたような後味がするんですよね。まさに白子の王様。うまい。ちょっと皆さんすいません。我慢できん。で、銀の熱。許してください。フライングです。こんなもん、飲まにゃおね。こちら、7対3ですね。いただきます。次はこちら、てっさをいただきます。これお店で出てきたらいくらするんだろうこれ。2万円ぐらいするんじゃないですかね。でも、お家で作ったから今日は贅沢にいっちゃいます。しかも僕一人なんで、好きに食べれます。じゃあ、いきますよ。ささ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 。ほい。こちらですね。で、ポン酢につけて、いただきます。贅沢すぎるな。それじゃゆっくり食べていくよ。これはゆっくり食べたい。ごちそうさまでした。ということで、今日は巨大なオスのトラフグをさばいて、白子焼きとてっさ作ってみましたけども、ありゃうめえ。この冬の時期のトラフグ、マジでうまいです。鮮度抜群の白子焼きも、もうめちゃくちゃうまいです。冷凍の白子とはもう全然味が違います。ぜひ一回食べてほしい。あとですね、チャンネル登録者様300万人突破いたしました。ありがとうございます。3年半ですかね。包丁1本でここまで来ました。なので今日はそのご褒美でフグを食べました。お値段が1匹でした。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。